おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、仮額縁の作り方の実践編ということで皆様にお届けしようと思います。以前ですね、額縁の作り方は皆様にお教えしましたが、ちゃんとやってくださいと、実際に、作るところまで見せてくれと、木を切るところも見せてくれということで、ご要望を受けましたので、今回この形の額縁をこの20号の作品につけていくということをお見せしようと思います。で用意するものはですね、ベニヤですね。で今これ、20号の作品というのは72.7センチ正方形です。これはですね、なのでサブ6番というベニヤ91ですね、これで収まりますので 91×91 のベニヤを用意しました。で、ベニヤラワンで結構です。でラワンで私は額縁は作りますけども、一番薄いやつ 2.3 ミリのやつで結構ですが、残念なことに今私の近くのホームセンターグディさんには売っておりませんでしたので、3.6 という、ちょっと厚いやつで試そうと思います。あとは角材ですね。絵よりも厚い、高さのある角材、こちらの幅というのが 1.83 を用意しました。実際これはですね、本額をつけるので、これは動画用に作っておりますので、絵よりちょっとだけ出っ張っているような、よく学生がミスするようなミスに近いんですけども、ほんの少しだけ出っ張るような状態の角材を4本、これも 91×91 で、もう少し、薄いやつですね。これは 1.2、要は 1.8 と 1.2 を足すと何ぼですか、3センチですね。3センチの厚みの額縁を作ろうと思います。これをくっつけて、で斜めにカットして、くっつけていきます。で、あとはこういうクランプみたいなものがあればいいんですけども、なかったら石とかで重しをするとかなんとかして、圧着してください。木工用ボンドですね、木工用ボンド。あとは、カッティングマットや木ネジインパクトドライバーなどあるとすごく便利だと思います。ぜひ、実践編、じゃあちょっとやってみましょう。まずですね、そうですね、計算しないといけないですね、計算。で、727×727、今言いましたように、額縁の厚みが3センチということになりましたので、この厚みが3センチということになりました。じゃあこの空間を何センチにするかによって額縁の大きさって変わってくるんですけども、じゃあ例えば1としましょう。見えますか、3、1。見えます？で、要は、A からこの隙間1センチプラス3センチの額縁にしますので、ここは4、算数ですよ。4ですね。4。だから727プラス8にしたら80ですけども、80.7、この長さがサブ6番のベニヤを80.7 に切ればいいと。ベニヤをちょっと細かいですけども 80.7 に切ればいいと。で、今3プラス1で、内側が何センチ作るかもまたこう考えてください。この内側ですね。で、例えば A から内側にじゃあ同じ4センチにするんだったら4ね。ということは4センチ幅で、807の内側が切り抜かれた4センチ幅8センチ幅で切り抜かれた木を今から切り抜いていこうと思います。このサイズで、もう私はカッターでいきます。カッターでいけるんですよ。やってみましょう。おじさんのちょっと背中ばかり映るかもしれませんが勘弁してください。807ですね。807。で、807。で、よく学生に言ってるんですけど、この段階でまず絵を置いてみてください。計算が毎日間違えているかもしれません。絵を置いてみる。そして、木を置いてみる。
大体でいいですよ、まだ切ってませんのでね。ちゃんと収まることが分かりますよね。では、内側絵が来るのは4センチ中側ですね。だいたい4センチ中側ぐらいプラス、木の厚み裏側に来る部分が欲しいので、プラスですね。で8センチにしようということにしましたので8。ここは別に厚くてもいいんですよ。厚かったら頑丈になります。薄かったら軽くなります。それだけの話です。不安なら何度も確認してみてください。内側の線がちゃんと消えるようになってますよね。大丈夫です。3ストロークで切れました。初めは柔らかく、道をつける感じで、2回目以降はある程度指きれいにしてくださいね。学生とかも危なっかしいでね。今回4ですね。4ストロークですね。5ストロークです。よいしょ。で内側を切っていきます。で私はこの端材よく箱状のものを作って、要はワンチンとかを入れるやつに100号なんかの端材は結構使ってました。はい、できました。輪っかね。はい、できましたね。で、紙やすり等でこういうところは少し、磨いたりします。ザラザラっとしてるところですね、磨いたりします。で、こういう端材も後で何かに使います。で、この枠に、木をくっつけていくんですけども、今日は木工用ボンドでくっつけるだけです。それ以上のことはできませんので、今日はそこまでして終わりにしようと思います。そうですね。で、これをこちらにくっつけていくという感じですね。これをこちらにくっつけて、小さい木をくっつけていくという感じですね。ただくっつけていくだけです。
同じ 91×91 のものを用意しておきました。で1本ですね。でこれを同じことを4回繰り返します。というわけで、今日の作業はこれで完全に終わりですので、圧着する、木を切る、これだけしかできません。1日経ったら次の作業に行こうと思います。でちょっと以前話したんですけども、今は20号なんで1枚の木から取れましたよね。でちょっと大きいサイズになってくるとこのように、ついでやらないといけないということで、そうなってくるとベニヤをいろんな分割法をしなきゃいけないということをお話ししました。でちょっとそこのところが学生分かりにくいということを言ってたんで、要はこういうふうに木を例えば切って、薄いこう長い木をつないでいってもいいんじゃないですかという学生さんいまして、でもちろんこれでいいんですよ。でも考えてみたらやっぱりこういうふうに1枚のなるべく木で作ってあげている方が頑丈ですし、要は例えばこうつないでこうつないでここのところに線は出てくるんですけども、でこういうのはウッドパテとかで埋めて後で研磨したりすると溝はある程度見えなくなります。ただ額縁としてやっぱりこうつないであげた方がここに長い木が後からくっついてきますよねっていうことで頑丈なんですよ。で仮額っていうことを考えると、作品が落ちたり何か破損とかを防ぐためのものですから、頑丈の方がいいので、私はどっちかというとこういうふうに L またはこういうふうなU 字の状態にしてあげた方がいいよということは学生にお伝えします。プラス今木をこう圧着したんですけども、よく飾り木ってあるの分かります？飾り木って。でちょっとこれ額縁こう横から見た断面図を描かせてもらってますけども、絵がこういう風にきますよということですよね。で、ここに何かこうデコラティブなこういうなんか木とかを貼っつけるというのも手です。うちの学生さんなんかはこういう風にデコラティブな木をこういう風にくっつけて、今私はここにこういう細い木をつけているだけですけども、こういう風な上にデコラティブな木を今圧着して斜めにカット乾いたらするということも手ですので、少し参考にされてみてください。で、木を圧着しまして、これから切っていこうと思いますけども、80.7 なんですけども、若干長めに、切った方が失敗しにくいというか、ノコギリとかの刃の厚みとかありますので、約3ミリぐらい、長めに81、のところに印をしておきました。で、へこんでる方の内側に45度に来るように、45度に来る、いつもは鉛筆で印をしますが、45度45度に来るようにというふうに切っていきます。で、手でノコギリで切られる方は本当に慎重にやってください。この厚み分、こっち側ですね、こっち側に厚み分やって定規で引くという感じで、私は文面の力を使わせていただきますので、内側にこちらですね、それが分かれば十分ですので、で切っていきます。で、私はすみません、文面の力の丸ノコを使おうと思います。こういうやつですね。電源が入ってますけども、45度に
学生さんはこういう設定をするときには必ず電源を抜いて、2人で使用してください。誰かが電源を抜いて誰かがあれするという。手一発でいきますので皆さん気をつけてください。逆にします。45。という感じで、斜め、内側にへこんでる方が内側になるように4本切れました。ではこれをまたくっつけていこうと思います。で、切った木を一度置いてみて、そこに絵をまたしつこく乗せてみてください。収まればいいです。はい、収まります。だいたい1センチぐらいずつ入る感じに収まっておりますので、これをまたボンドでくっつけていこうと思います。で、私はこのガンタッカーというのをやはり重宝します。いつもこれを使ってやっています。クランプでもいいんですけども、こちらで私はいつもくっつけていっております。ほんの少し、長めに切りましたけども、当ててみたら本当ちょうどでした。ちょうどでした。で、ガンタッカーだけでは心細いので、木ネジ等で、こういう木ネジですね、留めていこうと思います。という感じで、木ネジを打ちました。ちょっと表面にしてみましょう。よいしょ。はい、こんな感じになります。なんとか木工用ボンドをつぎ込んだりしながら、要は木ネジをこういうふうにペッと打ち込みます。見えてないかな。木ネジをこういうふうにペッと打ち込みます。でそうすると、すごく頑丈になりますので、ちょっと長いめの木ネジを用意しまして、入れれる範囲で、私のやり方ですからね、皆さんそれぞれ賢い方ばっかなんで、自分で考えて応用編をやってください。ぐっと押さえながら道筋を立てまして、本当はいつも2本打ったりしますけど、ちょっと今日は小さい作品なので、
少し、ドリルとかで、穴を開けておくこともあります。軽く、穴を開けておいて、本当に少しですけど、これボンドつけるの忘れてたね。よいしょ。ですね、こんな感じで、くっついてきました。で、少し角であるとかちょっと心配なところにはこういったウッドパテ、みたいなものを私はいつも塗っておいて、完全に乾かすのにまた1日かかりますが、側面ですね、先ほど塗ったところですね、こういう、ラワン用って書いてるようなのが売ってます。360いくらでした。こういうところにペッて打ってやったり、こういうところをピッピッてやっといて、後で、研磨したり、プラスチックのヘラみたいなんでピュッとしといて、ピュッとしといて、ピュッピュッとしといて、あと研磨するのは今ザラついていても後で研磨したら綺麗になりますので、少し厚めに塗っておくことがコツです。丁寧にやろうと思えばいくらでもできますんで、こういうところを、やりたい人はやって、私は仮額なんで、この程度でだいたい四隅と木ネジ、側面の木ネジの部分というのを、打ち込んで、これでまた一旦乾かします。では、ちょっと番外編ですけども、こちらの作品のニスをかけていきます。で、必ずですね、ちょっと今日すみません、直接あんま置きたくはないんですが、裏書きといって裏に題名、とかを名前書いていきますけども、サインですね。で、日付ですね。で、題名、まだ決まってませんので、ちょっと題名を書くということをします。ではニスをかけていこうと思います。私はいつももうこの草壁さんのタブロースペシャルというものを使用してます。結構値段は張りますけども、もういつもこれです。で、こういう絵皿とハケを用意して、でぜひ草壁さんこれ、使った後のハケの洗い方教えてください。なんかいつもカピカピになりますので、草壁さんよろしくお願いします。どうしても私映ってしまいます。すみません。向こうからやろうか。で、必ず僕は縦で最後終わります。縦で絵に対して横にしている方が光がだいたい上の方から来ますので、凹凸がすごく目立ってしまうんですね。で、必ず私はハケをで、こう塗って、縦で塗って、横で塗って、でまた最後縦で必ずそうします。で、光とかの方向を見ながら塗り残しがないかを確認してください。
毛があったら取る。少しこの大丈夫ですね。多少どうしてもほこりとかついてしまいますので、あんまり僕は神経質にはやってません。またニスを剥がすこともありますので、あまり神経質にはやりません。で、こちらの方も乾き出してますので、あまりも触らないようにしてください。以上です。で、1日経ちまして乾きましたので、研磨していきます。ちょこっと丸みを帯びさせたり、少し角を落としながら丸みを帯びさせていったりします。少し角とかですね、丸みを帯びさせたりとかですね。という感じで、研磨終わりまして、最後着色をしていこうと思います。以前の動画でも言いましたけども、私はもうジェストだけで塗っていきます。今回もなんか色をつけるわけではなくても黒だけで塗っていこうと思ってます。もちろん自分なりのオリジナルを探していろいろ色をつけたりですね、こういうところに気をつけたりですね、その辺は皆様これをベースに考えられたらいいんじゃないでしょうか。水1に対してジェッソ1ぐらいで、2層大体僕は塗ってます。最低2層。開きました。でですね、この絵の側面とかが気になる方は、例えばこういうマットのガムテープなど、マットのガムテープなどを貼ってあったり、その絵用の側面のテープみたいなのを売ってるそうなんで、私はちょっと田舎で住んでいるのでちょっと売っていなかったんで、こういうマットのガムテープを貼っておきました。ちょっとハの字に切っておいて、ね、で、巻き込むように貼っていって、裏の余分な部分は後でカッターなどで切ったりします。いろいろこう好評とかでも言ってるんですけど、コントラストが強いところに目が行くわけですよね。で、側面がすごく生の白に近いので、白亜の白なので、そこのところと表面というのはすごくコントラスト強くなりますよね、絵が描かれていると。一応こういう黒とか暗い色に私はしておいて、そのコントラストを
意図的に弱めております。わかりますか？テープを貼りました。では、額縁乾きましたので、これに、作品を載せて、留めていきます。で、大体1センチ、ぐらいですので、これぐらいのサイズは1人でできますけどね、100号ぐらいとかになると2人3人でやってください。で、四方の幅等をしっかり見て、で、まずガンタッカーで仮止めします。重宝しますよ、ガンタッカーね。こうやっぱ安いの買わずにの買ってください。一応仮止めをいたしまして、あとは、木のところに、木ネジを打ち付けていって終わりといたします。という感じで、額装された状態となりました。これで仮額縁に入りました。どうでしょうか。こんな感じですね。で、こういった感じで、額装された状態となりました。仮額縁ですけども、いかがでしょうか。で、額へのこだわりはありますかとか質問がございましたので、少しお答えしますと、私自身はですね、もう特注で作っております。6号ぐらいで多分2万5千円ぐらいするので、皆様なかなかびっくりする値段かもしれません。特注で作っている際っていうのは角っこのこういうところに全く線が出てないんですね、角っこのところで。よくこう、額縁屋さんとかで売っているやつは角っこにやっぱり線が出ていると思います。そういうところまでしっかり埋められています。だから高いです。で、私自身は箱額というので、要は絵とかに普通に市販で売ってるやつやとかぶってくるんですね。でもかぶってくるとここのところとかが絵の周りのところとかが傷んでしまいますので、だいたいこう箱額縁という状態のものを特注で作ってもらっております。で、色に関しては基本的には、例えば今もこれ仮額でもこのままでいいですよっていう方もおられるんで、基本的には直射日光の当たらないような場所である程度普通の日常生活を行っているような場所だったら保管的にはそんなに問題ないと思うんですね。アクリル板とか子供とかがバーンとぶつかったりせん限り、大丈夫だったりするので、ベタベタ触らなかったり、一番本当に何度も言いますけどいいところってトイレなんですよ。トイレはいつもなんか換気していることが多かったりするので、絵画の保存って僕は実はトイレは案外良かったりするっていうことをよく言ってるんですけども、そういう箱額縁というのを特注で作ってもらって、色に関してもある程度今のこう皆さんのお宅とかが洋風の家がほとんどなんじゃないかなと思います。家に一室和室がある程度かなと思いますので、私は基本的にはなんとなくこう洋風な何もない壁に合うような感じと絵が大体、メインですので、額縁がデコラティブなわーとかギャーとかってなってるようなやつは基本的には使いません。大体シックな色でまとめてとか、これに少しなんかこう銀をいぶしてなんかちょちょちょっとつけるとか、少しこう紙やすりでやったような少しこう古いような感じのようにしてくださいっていう風なぐらいの注文で、それで画像とかのやり取りでこんな感じどうですかみたいな感じで予算とかの中で決めていきます。で、水彩額に関しても僕はすごくこう一番スタンダードな白木のものを多く使います。それもあんまりこだわりがあるというわけじゃなくて、皆様の多分お宅に行ってでどうしてもなんか額変えたいなと思ったら高いのにすればいい、自分らでこう変えればいいと思うんで、いきなり高いの送ってきてあまりにも家に合わないよりは、一番オーソドックスな白木の
ものにマットをつけて、でマットと絵が、僕は水彩の場合はマスキングテープで貼ってありますので、マスキン絵のところにちょっとかぶる程度のマットをつけてもらって、こういうのも大体ズブズブの関係にあります渡辺画材さんに言って、ちょっとこうかぶせてくださいとか、もしかして絵のところか少し5ミリぐらい出す感じでマットをやってくださいとかって注文することもあったりしますけども、大体絵にちょうどかぶるぐらいかなっていう感じで、作ってもらってます。本当にそのぐらいのこだわりしかありませんので、皆様も自分の絵とか実際に入れてみて、これが合うな、これが合うなとか、自分のどういう壁に合うかなとかっていうのをぜひですね、イメージしてみて、そういうのを楽しんでみて、小木曽先生の言われた通りやるんだなんていうことはもう全く無視して、これをベースに皆様頑張ってください。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。